そのイヤホン、騒音から耳を守っているつもりで、さらに音量を上げているだけだわ。海外の電車なら、電話も動画も自由に楽しめて、開放的な朝を過ごせそうなのだ。自由な車内、全員が自由に音を出した結果を、まずは現実として見なさい。好きな動画を見ながら通勤できるなら、仕事前の憂鬱も吹き飛びそうなのだ。その希望は、車内放送と走行音と他人の端末音に挟まれて、すぐ潰れるわ。イヤホンをしているのに、周りの音が隙間から全部入ってくるのだ。ロンドン交通局は2025年、音楽や動画ではイヤホンを使うよう呼びかけたの。調査では回答者の 70% 超が大きな音楽や通話を迷惑だと感じていたわ。7割を超えるなら、うるさいと思う側が少数派というわけでもないのだ。ただし、ロンドンの全路線がいつでも騒がしいという意味ではないわよ。静かな日もある。でも今日は案内と通話と動画が同じ耳に入ってくる。音を消すために、イヤホンの音量を一段上げるしかないなんて怖いのだ。逃げ場を作るため、耳の中へ別の騒音を建設する皮肉な防音工事だわ。外の音より大きい音を入れたら、守っているのか責めているのかわからないのだ。ところが日本では満員なのに、人間の発する音だけが消えたように見えたの。人はこんなにいる。それなのに話し声も端末の音もほとんど聞こえない。もちろん全車両が無音ではないわ。路線や時間、乗客によって環境は変わる。それでもさっきの車内から来た耳には異様な静けさに感じるのだ。騒音は単なる気分の問題ではないわ。都市に複数の発生源を持つ環境問題よ。世界保健機関は道路や鉄道、航空などを主な環境騒音源に挙げているの。家を出て駅へ行き、電車に乗るだけで別々の音源を渡り歩くのだ。一回のクラクションではなく、逃げにくい音が毎日積み重なる点が問題なのよ。通勤しただけなのに、会社へ着いた時点でもう仕事が終わった気分なのだ。疲れたという実感を根性不足の一言だけで片付けるのは雑すぎるわね。世界保健機関は過剰な騒音と睡眠障害や聴覚への影響を整理しているわ。さらに耳鳴りや認知面など複数の健康影響との関連も示しているの。耳が不快なだけではなく、眠りや考える力にも関わる可能性があるのだ。ただし、1回の通勤が特定の病気を直接起こすとは断定できないわよ。体力ゲージが減るように感じても、それを医学的な診断にはできないのだ。そうよ、感覚を軽視せず、同時に因果関係を盛りすぎない。それが事実の扱い方だわ。2019年には、世界保健機関の欧州環境騒音ガイドラインが公表されているわ。2024年更新の国連機関の案内を経て、2025年にはロンドンで啓発が始まった。昔から知られた問題でも、公共交通での振る舞いは今も調整が続いているのだ。ここで異なる測定条件のデシベル値を都合よく横並びにはできないわ。車内で聞いた一瞬の大音量と長期的な平均マクロは同じ尺度の話ではないの。大きな数字だけを並べてどっちの国が危険か決めるのは乱暴なのだ。ここから登場するにもは複数の状況をまとめた架空の通勤者として描くわ。朝の道路は車の音、駅へ入れば警告音、車内ではまた別の音が待っている。場所が変わるたびに音源は変わるのに、静かな区間だけは来ないのだ。音楽を聴きたいんじゃない。他の音を少しの間だけ聞きたくないんだ。娯楽のためではなく防音壁としてイヤホンを買った。随分高価な避難所ね。耳の中へ避難所を作っても壁の外から放送が入り込んでくるのだ。右から動画の声、左から長い通話、その上に必要な車内放送が重なってくる。この同時発生は再現上の合成よ。特定の乗客や国民全体の習慣とは断定しないわ。でも自分で止められない音に囲まれる感覚は想像するだけで消耗するのだ。音量を一つ上げる、まだ聞こえる、もう一つ上げる、それでも放送は割り込む。ロンドン交通局はイヤホン利用と同時に聴覚を損ねる音量を避けるよう求めている。周囲を消そうとして自分の耳まで痛めたら避難ではなく共倒れなのだ。駅名を聞き逃したかもしれない。片耳を外せば周りの音が一気に戻ってくる。必要な案内を聞くには避けたかった騒音まで受け入れないといけないのだ。情報を得る耳と身を守る耳が同じだから完全には閉じられないのよ。静かにしてほしい。でも声をかけても寝たら朝からもっと疲れてしまう。言えば摩擦が起きるかもしれない。黙れば耐えるしかない。見事な板挟みだわ。音そのものだけじゃなく、注意するか迷う時間まで心を削ってくるのだ。家に着いてイヤホンを外した。それでも耳の奥に朝からの音が残る気がする。その感覚も物語上の表現よ。実在人物の症状や診断として紹介してはいけないわ。やっと静かな部屋なのに、頭の中だけ通勤が終わっていないみたいなのだ。眠れば一日は終わる。でも明日の朝にはまた同じ経路を戻ることになる。ニューヨークにも過度な騒音や音響機器に関する規定があり、対応は都市ごとに違う。自由に音を出せる都市じゃなくて、静けさの作り方が違う都市なのだ。日本の朝も人が多い。
車両は満員だ。だからあの騒音を覚悟していた。人の密度だけ見ればさっきより賑やかでも不思議じゃないのだ。イヤホンをつけた。でも再生する前に気づいた。周りの人がほとんど話していない。映像は人間で埋まっているのに、仕事端末音だけが抜け落ちたように感じる。会話した瞬間に僕だけ車内で発見されそうな気分になるのだ。運休なのか、撮影用の車両なのか、それとも全員静かに怒っているのか。誰も眠らされていない。みんな普通に画面を見て普通の顔で立っている。静かなのに安心より先に不気味さが来るなんて予想外なのだ。全員ここにいるのに誰もいないようだ。人間だけが消音されている。いいえ、これが日本の混雑よ。少なくとも死後が抑えられた場面ではね。日本の全車両が無音でも会話が禁止されているわけでもない。そこは忘れないで。それでも音を詰め込んだ地獄の後では別世界へ来たように感じるのだ。静かな民族だから。では説明にならないわ。まず事業者の案内を見なさい。JR 東日本は携帯電話をマナーモードにするよう案内しているの。さらに車内での通話を控えるよう利用者へ明確に呼びかけているわ。音を出さない空気がお願いの文章として何度も見える場所にあるのだ。一度の命令で完成したのではないわ。掲示と放送と習慣の反復で形になる。誰かが毎朝思い出させるから静けさが個人の気分だけに任されないのだ。東京メトロもスマートフォンや荷物について個別の配慮を案内しているわ。ドア付近での乗り降りも別に示され、混雑を処理する振る舞いが細かく分けられる。静かにしろの一言だけじゃなく、どこで何に気をつけるかが見えるのだ。音だけを規制するのではなく、人と荷物の詰まりまで分解しているわけね。乗る人と降りる人が互いに叫ばなくても済むなら、朝の消耗も減りそうなのだ。ただし、設備が静けさを生むという直接の因果は、ここでは番組上の考察よ。車内表示や案内サインがあれば、駅名を大声で確認し合う必要は小さくなるわ。片耳を外して放送だけにかけなくても、目で行き先を確認できるのだ。これは便利な設備が、結果として静かな移動を助けるという構造上の分析ね。次の駅が画面に出ている。周りへ尋ねなくても、自分で降りる準備ができる。必要な情報が目に見えると、声を公共空間へ放流する場面も減りそうなのだ。案内、動線、反復、そして他人の視線。静けさは複数の部品で支えられる。最後の部品は乗客一人一人が自分の音を外へ出さないという小さな抑制よ。一人では小さくても車両全員が繰り返せば広い静けさになるのだ。満員の人間を詰め込んだまま騒音だけは各自に持ち帰らせるのね。集団訓練としては完成度が高いわ。ただし全員が守るという美談ではない。無料 Wi-Fi より無料の静けさを毎朝配ってほしいのだ。無料だと思った？利用者全員が自己主張を少しずつ捨てて支払っているのよ。帰国した。同じ電車なのに前なら流せた端末音が今日はやけに耳へ残る。静けさを知った後の反応は創作よ。検証済みの一般法則としては扱わないわ。前からあった音なのに一度静かな車内を知ると輪郭が見えてしまうのだ。誰かの通話が始まるたび日本の車内を思い出す。あれは商品ではなかった。静けさは一人がイヤホンを買って独占するものではないということね。みんなが少しずつ音を引き算してやっと車両全体へ行き渡るのだ。一人が音を出せばその人は少し便利になる。でも静けさは全員から失われる。得をするのは一人なのに支払う側は車両全部になるなんて不公平なのだ。だから静けさは共有資源なのよ。誰か一人の銭だけでは維持できないわ。もっともこの共有資源という位置づけも研究結果ではなく社会的な考察よ。静かにする人が損をして音を出す人だけ得をしたら長続きしないのだ。規則と設備と周囲の期待がその不均衡を毎回小さく調整しているのかもね。海外移住の計画は撤回するのだ。僕はもう本車両から出られないのだ。随分簡単に夢を捨てたわね。静けさへの依存速度だけは立派だわ。待つのだ。今の湯飲みを置いた音が大きすぎるのだ。もっと静かにしてほしいのだ。車内マナーを覚えた結果、家の生活音まで取り締まり始めるなんて愚かね。一度贅沢を知った身にはもう以前の騒がしい暮らしへ戻れないのだ。静けさに依存して生活音にも耐えられない。ぬるま湯の完成だわ。今日あなたが無料で使った静けさも誰かの小さな我慢で維持されている。当たり前すぎて見えなかったけど毎朝みんなで管理している資源なのだ。次回は音ではなく時間を奪う交通と日本の定時運行を見ていくわ。ただし未調査の遅延率を並べず都市ごとの条件から冷静に比べる予定よ。次は音だけじゃなく待ち時間まで消えるのだ。日本は怖い国なのだ。消えた時間の裏でも誰かが自己主張を捨てているかもしれないわね。この異常な聖域から振りたくない人は今のうちにチャンネル登録なさい。静かなままチャンネル登録を押せるのだ。